こんにちは、村雲です。今回の動画では、先日、スバルより発表された、スバルブランドとしては初となる、電気自動車の SUV のソルテラの内外装紹介をお届けします。こちらの車両は、先日アップしたトヨタ自動車の BG4X との兄弟車であるため、そちらの装備内容との違いなどを中心にお届けします。それではご覧ください。まずは、今回紹介する展示車両の仕様についてです。ソルテラには BG4X と違い、ベースグレードの ET-SS グレードと上級グレードの ET-HS グレードがあり、今回紹介する車両のグレードは ET-HS グレードとなっています。パワートレーンとしては、前述した通り EV であり、フロントのみにモーターを搭載した FF 仕様と、フロント、リア、それぞれにモーターを搭載した 4WD の仕様があり、今回紹介する車両は、4WD のモデルとなっています。搭載されているモーターは BG4X のものと同じ仕様のものが搭載されており、システム最高出力は218馬力となっており、必要十分なスペックを有していると考えられます。ちなみに注意点ですが、先ほど申し上げたグレード構成のうち、上級グレードの HS グレードには 4WD 仕様しかありませんので、後ほど紹介する HS グレードの装備が欲しい場合は、必然的に 4WD 仕様のパワートレーンしか選べない点に注意です。航続可能距離は、この車両の仕様の場合、487キロとなっています。仮に7掛けした場合の航続可能距離は、約340キロとなっており、充電設備が家庭に設置できる場合は、日常使いで不便を感じることはないかと思います。ちなみに、前輪駆動の仕様の場合、航続距離は567キロとなっており、若干ですが BG4X の559キロを上回っていることがポイントです。今回紹介する車両の外反色は、プレシャスメタルと呼ばれる優勝色であり、55,000円のオプションとなっています。その他、ソルテラには2トンを含め11色のバリエーションがあり、ソルテラのみのカラーは水色がかったグレーであるハーパーミストグレーパールとなります。内装色は本革のタンカラーとなっています。こちらも注意点ですが、HS グレードを選択した場合、内装色はタンカラー一択となっており、SS グレードではファブリックのブラックカラーとなります。BG4X の場合、本革シートであっても白と黒を選択することができましたので、こちら注意です。車両本体価格は594万円からとなっており、今回紹介する HS グレードの場合、682万円となっています。外観紹介、まずはフロントフェイス周りからです。ソルテラのフロントフェイスの特徴としては、グリルレスデザインではありますが、スバルの象徴である六角形を模したグリルデザインとなっていることであり、EV としての特徴を抑えつつ、一目でスバル車であることを主張しています。このあたりは、他に似た車のない BG4X とは対極のデザインコンセプトであると言えます。また、フロントフェイス下部は、シルバーに塗装されたバンパー形状となっており、BG4X にはないフォグランプが取り付けられている点から、よりオフロードテイストのデザインであることがわかります。ライトユニットにも、スバルのアイデンティティである水平対向エンジンのピストン形状を模したこの字型のデイタイムライトが配されており、素晴らしいであることを主張しています。ここからも、いきなり EV 特有のデザインするのではなく、従来のスバルユーザーに親しみ深いデザインを採用し、受け入れやすくしようとする意図が感じられます。ちなみに、このライトユニットには、対向車を暴言させずにハイビームで道を照らすアダプティブハイビームの機能が全グレードで標準装備であることもポイントです。ライトユニット下部には大きな樹脂パーツが BG4X 同様取り付けられており、空気が抜けるような隙間が設けられています。前述したように BG4X よりもオフロード志向の強いデザインとなっているため、ボディカラーと相まってこの樹脂パーツと車両のデザインがよりマッチしているように感じます。改めてフロントデザインですが、木をてらっていない従来のスバルデザインと EV 特有のデザインコンセプトを融合したデザインであり、兄弟車の BG4X とうまく差別化ができているデザインであることを感じます。ちなみに、このソルテラのカスタム仕様であるコンセプトモデルを、こちらの東京オートサロンのまとめ動画で紹介していますので、そちらも合わせてご覧いただけると幸いです。サイドに回り込んできました。ソルテラのボディサイズは、全長 4690mm、全幅 1860mm、全高 1650mm、ホイールベースが 2850mm となっています。特徴的なのはホイールベースの長さであり、同等の車格であるフォレスターのホイールベースに対してプラス 180mm もあり、EV であるためフロントとリアのオーバーハングを短く切り詰めることができた結果となっています。
このホイールベースの長さの恩恵を受けた後席居住空間に関しては、後ほど紹介いたします。ちなみに、このボディサイズに関しては、BG4X と全て同じ値となっており、デザインコンセプトは全く異なるように見えますが、サイズ感が同じことに驚きました。おそらくですが、航続距離に影響を与える空気抵抗を極力低減させようとした結果だと思われます。サイドのデザインとしては、BG4X との大きな違いは見受けられず、キャラクターラインに関しても同様のものが入っており、フロント、リアのタイヤの踏ん張り感を強調するように、フロントタイヤ周りで一度盛り上がり、車両中心部でへこみ、またリアタイヤ周りで盛り上がるといった抑揚を持ったメイン構成をしているのがお分かりになるかと思います。その他特徴として、素晴らしな SUV としては珍しく、ルーフが後端にかけて傾斜した形状となっていることが挙げられます。こちらは前日した空気抵抗を低減するための処置であると考えられます。このデザインの影響でトランクスペースがどうなっているかは後ほど紹介いたします。また、ルーフ周りの装備として、この車両には搭載されていませんでしたが、ルーフレールをメーカーオプションとして装着可能となっています。ただし、FF の使用にはオプション選択できませんので、注意が必要です。BG4X については FF 仕様であってもオプションで装備することができるため、オフロード志向が強そうなアピールをしているソルテラのコンセプトと矛盾しているように感じました。また EV ですので、ボディの左右に充電ポートが設けられており、助手席側が急速充電ポートとなっており、まだまだ配備されている数は少ないですが、150kW の急速充電器で充電することで、約30分で 80% の充電量までバッテリーを充電することが可能となります。ホイールサイズに関しては、HS グレードは 23550R20 インチが標準装備となっています。SS グレードに関しては 23560R18 インチのホイールとなっています。BG4X と異なり、グレードごとでホイールサイズが固定となっているため注意が必要であり、見た目や乗り心地、航続距離などを考慮してグレード選択をする必要があります。タイヤハウスの内側に関しては、そこまで防音治療を実施している印象ではありませんでしたが、前述した乗り心地含め、一度試乗してみることをお勧めします。斜め後ろから見た際のスパッと切り落とされたキャラクターラインによって、リアタイヤ周りのどっしり感が強調されていることがお分かりになるかと思います。キャラクターラインがしっかり入っている車両であるため、ボディカラーは陰影がはっきりするカラーリングを選択することをお勧めします。リアに回り込んできました。リアデザインに関しても BG4X と異なり、スバルのデザインテイストが織り込まれたデザインとなっており、新型のレボーグに似たこの字型のテールライトのデザインが象徴的かと思います。その他の素晴らしさと異なる点は、テールライトの左右後端にピアノブラック調のパーツが取り付けられている点であり、こちらは BG4X との共通性を感じます。リアの下部に関しては EV であるため、当然マフラーはなくシンプルなデザインとなっています。ここのデザインは BG4X とほぼ同じであり、フロントに関してはシルバーのバンパー形状で差別化が図られていたので、リアのデザインに関しても少し工夫が欲しかったところです。ルーフには BG4X 同様の空力アイテムであるルーフスポイラーが装着されています。BG4X と異なり、ソルテラの場合、全グレードでこのルーフスポイラーが標準装備となっているため、BG4X よりもお得感があります。ただ、BG4X の内外装紹介の動画でお伝えした通り、この真ん中が開いたスポイラー形状は、私的には好みではないため、列車オプション化して値段を下げられるような選択肢があってもいいかなと思いました。もちろん高速距離などにメリットがある装備であることは理解しています。内装紹介。まずはトランク容量からです。トランク容量としてはご覧の通りであり、左右方向のえぐり量としてはそこまで大きくありませんが、元々の車幅が大きい車ですので、そこまで問題でなく、実用性が十分担保されていると言えます。また、細かいところですが、トランクの床とトランク開口部がフラットになっているため、荷物を滑らせるような形で積み込むことができるのもポイントかと思います。左横にはハーマンカードンのスピーカーが備え付けられており、こちらは HS グレードには標準装備であり、SS グレードには装備ができません。ちなみに BG4X では JBL 製のスピーカーが装備されており、兄弟車であってもスピーカーのメーカーが異なるというのは面白いですし、それぞれのメーカーのこだわりを感じます。右側には外部給電用のアクセサリーコンセントが全グレードで標準装備となっており、災害時などにソルテラに蓄えられている電力を家電などに供給する V2H 機能があるため、いざという時に車がライフライン代わりとなってくれます。
床下スペースも確保されていましたが、ご覧の通り充電用のケーブル専用のスペースといって差し支えないかと思いますので、それ以外の用途には使用できないかと思われます。ちなみにトランクスペースの容量がどのくらいかの目安として、普段使用しているリュックを置いてみるとこんな感じでした。4人家族の旅行などでも不満なく使用できるかと思います。また、トランク側から鉱石を倒すことができ、ご覧の通りほぼフラットの荷室を得ることができ、この容量があれば車中泊も可能ではないかと思いますので、EV ではありますが、アクティブな使用にも適した車両であると言えます。ただ、BG4X の内外装紹介時にも触れましたが、鉱石が4対6の分割可動式であるため、鉱石真ん中のアームレストだけを倒すというシートレイアウトができず、スキー板などの長尺物をトランクスルーを活用して運ぶことができないため、4WD の走行性能などをアピールとしている車両のコンセプトとは矛盾しているように感じました。続いて、運転席周りについてです。乗り込む前に細かい点ですが、B ピラー周りやウィンドウモール周りがメッキ処理されており、質感が高いように感じました。運転席ドアの内割りはこのようになっており、冒頭に申し上げた通り、単カラーの内装となっており、内装全体が明るくなっています。手で触れる部分はソフトパッドとなっており、質感高い印象です。また、Windows スイッチ周りもピアノブラックのパーツが組み合わされており、異なる素材の組み合わせから質感の高さを感じます。ただ、BG4X の内装紹介の時にもお伝えしましたが、ドアノブに関しては、ソルテラに関しても、不塗装の樹脂がそのまま使われており、質感に関してもプラスチッキーであったため、ここは残念な点です。また、Windows スイッチ周りのメッキ加色に関しても、HS グレードの装備となっており、SS グレードにはメッキ加色はないようですので、SS グレードを検討されている場合は、一度内装の質感チェックをお勧めします。下側はハードプラとなっており、ペットボトルホルダーとハーマンカードンのスピーカーが埋め込まれています。運転席に乗り込みました。ステアリングのデザインとしては、従来のスバル車と異なり、BG4X と共通のデザインとなっており、左側にオーディオ関連の操作スイッチ、右側に運転支援系の操作スイッチが配置されています。また、ステアリング中央にはドライバー監視用のカメラが装備されています。ソルテラの運転支援系の装備としては、共同開発先であるトヨタのセーフティーセンスがベースとなっており、一定の初速、車間距離を維持するレーザークルーズコントロールや、車線からの逸脱を回避するレーントレーシングアシストなどの機能があり、こちらがソルテラでも全グレードで標準装備となっているため、安心感が高いです。ただし、スバルがすでに実用化している iSight X に基づくレベル2自動運転相当の手放し運転ができる機能などは装備されていないのが残念であり、共同開発であるので、各メーカーのいいとこ取りを実現してほしかったところです。また、この運転席の特徴的なコンセプトとして、ステアリングの円の内側からメーターを覗き込む方式ではなく、ご覧の通り、ステアリングの上からメーターを読む方式となっています。これにより、目線を遠くに置くことができ、視線の移動量が少ない状態で、メーターや左側のナビの情報を読み取ることができるため、安全への寄与も大きな運転席のレイアウトとなっています。この方式を実現するため、ステアリングはかなり小径となっているため、最初のうちは少し戸惑うことになるかもしれません。また、ソルテラと BG4X のステアリング周りの大きな違いは、BG4X の場合は非円形のステアリングの採用が挙げられるのに対し、ソルテラの場合はその設定はなく、また BG4X には回生ブレーキ量をコントロールするパドルシフトが装備されないのに対し、ソルテラには装備される点が大きな違いとなっています。ただし、パドルシフトに関しては、ソルテラの場合であっても FFC の車両には装備されないため注意です。このあたりの装備の違いは安全などに対する各メーカーの考え方が現れているためであり、共同開発であってもそのあたりがこだわりが反映されていることが印象的です。今回点灯することはできませんでしたが、メーターには画像のような情報が表示されます。改めて運転者目線からの様子はこのようになっており、ナビに関しても大画面でありながら視線を遮ることなく、ドアミラーの位置も工夫されていることで、A ピラー付近の死角も少なくなっており、非常に視界が広いことが印象的です。このあたりは、スバルの提唱するゼロ時安全の考え方が色濃く反映された結果であると思われます。続いて、ナビ周りについてです。ソルテラには 12.31 のナビが全グレード標準装備となっており、この試乗車では点灯できませんでしたが、画像のように横長で多くの情報量を表示できます。また、物理ボタンでないのが少し気になりますが、
エアコン操作スイッチなどが深層部になく、すぐにアクセスできるので操作性は高いものと思われます。ここで1点注意点ですが、画像内で表示されているシートヒーターに関しては、全グレード標準装備となっていますが、シートベンチレーションに関しては HS グレードのみの装備となっています。暖房の方が航続距離への影響が大きいためと思われますが、クーラーに関しても少なからず航続距離に影響があると思われますので、グレード選びの際は注意が必要です。その下にはエアコン吹き出し口があり、その右下には回生量をコントロールするスイッチやパーキングブレーキなどが配置されています。その横にはダイヤル式のシフトオン部が配置され、押し込みながら回転させることで D レンジや P レンジへの切り替えが可能となっています。この方式はシフト周りが非常にスッキリするため、私的には好みなのですが、今シフトの状態がどうなっているかが見た目ではわからないため、そこだけ注意を払う必要がありそうです。その左側にはエコー、ノーマル、スポーツを切り替えるスイッチがあったり、パノラミックビューモニターの起動スイッチや駐車支援機能であるアドバンストパークのスイッチがあります。ここで注意ですが、運転モード切り替えにおいて FS 仕様にはスポーツモードはなく、アドバンストパークに関しては駐車機能は全グレード標準装備となっていますが、運転席から降りてスマホにて自動駐車するリモート機能に関しては HS グレードのみの装備となっていますので、自身の駐車事情などを考慮してグレー選択を実施する必要があります。2段目には 4WD 仕様のみの装備ですが、路面状況に応じて駆動力、ブレーキ制御を実施し、スムーズな黒走行を可能とする X モードの切り替えスイッチが配置されています。その後ろには、蓋付きの置くだけで充電スペースが設けられており、こちらに関しては BG4X と異なり、全グレード標準装備となっています。そのため、HS グレードに関しては、ほとんどフルオプションの装備の状態であることがわかります。その後ろには、4号機のカップホルダーが2個配置されており、その後ろにはアームレストが配置されています。こちらに関しては、前方にペットボトルホルダーが配置されていることで、アームレストのサイズ感としては少し物足りさを感じました。BG4X の内装紹介でもコメントしましたが、センタートンネルがご覧の通りフローティングの形状となっているため、下側に置くだけ充電スペースを配置し、置くだけ充電の位置にペットボトルとホルダーを置き、空いた分アームレストを延長してもらえると、肘置きスペースとしてより有効活用できるように感じました。アームレスト内の深さもそれなりにあり、小物類として必要十分なスペースが確保されています。助手席のグローボックス周辺はファブリックな素材で覆われています。また、ソルテラの特徴として BG4X 同様、この車両にはグローボックスはありません。本来のグローボックスの位置には、助手席の乗員用の副車式のヒーターが装備されており、起動後すぐに乗員を温めることでエアコンの使用頻度を抑え、航続距離を伸ばす工夫がなされており、その装置が埋め込まれているためです。そのため、車検証などはガードのセンタートンネルの下部に置くなど、少し不便を強いられるかもしれません。シート形状はこのようになっており、ご覧の通り、サイドサポートの対象も大きく、スポーティーな形状であることがお分かりになるかと思います。また、前日したように、シートヒーター、ベンチレーションも装備されているため、快適性も兼ね備えたシートであると言えます。ただ、私自身、単カラーのシートの車を所有したことがないので、詳しくわかりませんが、メンテナンス性が少し気になりました。コメント欄などで教えていただけるとありがたいです。レンジカラーの GR スープラにも単カラーシートが設定されているので気になっています。続いて、後席の内装についてです。後席のドアの内張りはこのようになっており、質感としては前席と同等となっています。ただ、前席の紹介の際に述べたように、メッキ過色などは HS グレードのみの処理であることが注意です。後席の足元スペースに関しては、身長170センチのドライビングポジションに合わせた状態で余裕な状態であり、足を組むことができました。これは外装紹介の際にお伝えした広大なホイールベース設計のおかげかと思います。また、後端に向けてルーフは傾斜していましたが、後席の頭上スペースは犠牲になっておらず、ウィンドウ面積も大きいため、後席の快適性はかなり高い印象です。センタートンネルには USB ポートとシートヒーターの操作スイッチ、エアコン吹き出し口が設けられています。シートヒーターは全グレード後席含めて標準装備となっています。ただ、この周辺の質感としてはあまり高いように感じられず、メッキ過色などの工夫が欲しかったところです。センタートンネルの張り出し用としては、4WD 仕様ではありますが、プロペラシャフトが必要ないため、ほぼ張り出しておらず、真ん中に座る際も快適性が大きく損なわれることはないかと思います。後席は2段階でリクライン角度をつけることができ、ご覧の通りの角度をつけることができます。ただ、トランクスペースの紹介の際にお伝えした通り、4対6の分割加藤となっており、
トランクする機能がないのが少し残念です。センターアームレストはペットボトルホルダーが2つとスマホを置くスペースが設けられたものとなっていました。今回の展示車の場合、ソーラーパネルが埋め込まれていました。これは HS グレードのみに装備できるオプションとなっており、年間で 1750km 走行相当の電力を生み出すことができるそうなので、自宅に充電スペースを設けることができない人にとっては非常に役立つ装備かと思います。また、その他の選択肢としてパノラマルーフのオプションもあります。こちらは画像の通り、後席の頭上までをカバーするガラスルーフであり、より後席の快適性を向上してくれるものと思います。こちらは 4WD 仕様のみ装備できるオプションであり、ソーラーパネルとの両立はできないため悩ましい装備です。改めて内装の前景です。スイッチ類などの数がなるべく絞られており、またシンプルに配置されているため機能性は非常に高く感じました。ただトップマウントメーターやダイヤル式のシフトなど従来の操作性とは異なる要素が多々あるので、試乗などを行い操作性を確かめてみることをお勧めします。まとめです。外装に関しては EV 特有のデザインを前面に押さず、スバル社のデザインコンセプトを随所に織り込むことで、これまでのスバルユーザーの方にとって親しみやすいデザインとしたい意図を感じられました。内装に関しては EV であることを生かしたレイアウトが採用され、従来と異なる操作感に先進感を感じます。ただ、ドアノブやセンタートンネル付近など一部に価格とマッチしない箇所がありましたので、少し気になりました。また、この車両はグレード選択にかなり注意が必要だと感じました。HS グレードにしか装備できないオプションが多々あることに加えて、FF 仕様だとさらに装備が絞られるといった状態でしたので、使用環境的に 4WD 仕様が必要ない方でも 4WD 仕様を選択した方がいい場面がありそうでしたので、使用環境だけでなく装備面から慎重にグレード選択する必要がありそうです。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。